皆さんこんにちは、ピノミです。今日の動画は自分史上最高の肌、シンプルだけど効果抜群のインナーケア、そしてスキンケアについてお話をしていきます。皆さん、スキンケアに気を使ってるのになかなか肌が綺麗にならない。そんな悩みありませんか？ニキビや肌荒れを繰り返してしまう。年齢を重ねるごとに張りとかツヤがなくなってきた気がするなーってことを一つは悩み抱えてるかもしれません。30代を迎えて今30代半ばなんですけど、年々張り感であったりツヤ感っていうのが出てきて肌の調子すごく良くなってきてるんです。結論からお話しすると、その理由はシンプルなスキンケアとインナーケア、そして適度な美容医療を取り入れたっていうのがあると思います。今日はその方法を具体的にお話をしていこうと思います。今のスキンケアに満足してないなっていう方であったり、もっとシンプルにケアをしていきたいよっていう方いらっしゃいましたら、今日の動画ぜひ参考にしてみてくださいね。今からお話しする3つのこと、これをバランスよく取り入れているんです。それがスキンケアが2割、インナーケアが5割、そして美容医療が3割、この割合で力を入れています。具体的にはスキンケアはシンプルにバリア機能を守るのが最優先、肌の治安を保つためにはインナーケアが最も大事、大幅な肌質改善は美容医療を取り入れる、この3つ鉄則として私やってるんです。まずは化粧品による肌のスキンケアについて見ていきます。これ私2割って言ったんですけど、デパコスの化粧品を揃えてまさにフルコースのケアっていうのをしてきたんですよ。それなのに肌の調子っていうのはなかなか安定しなかったんです。実は化粧品にこだわる前に気にすべきことっていうのがあって、それが肌のバリア機能が低下しているんじゃないかっていうことなんですね。バリア機能とは外部の刺激から肌を守る役割のことを言います。簡単に言うと、肌の大敵である紫外線とか摩擦、雑菌などをそういった刺激から守ってくれる天然の盾のようなものなんです。なかなか肌荒れが治らないのは、もしかしたらそういった肌の SOS のサインかもしれないです。私の場合はなんですけど、この肌のタイプっていうんですかが乾燥肌で、乾燥肌なのにもかかわらず過度な洗顔をしてさらに十分な保湿がされてないってことが結果的にバリア機能が低下して肌荒れとかニキビの原因になっていたんです。そこでやっぱ大事なのはこのバリア機能を高めてあげるっていうことで、肌はきちんとターンオーバーの周期に従って綺麗になる力っていうのをちゃんと備えているんですよ。私たちの体内では絶えず細胞が生まれ変わって、最終的には少し待てばちゃんと新しい肌に生まれ変わるんですね。なので私がたどり着いた化粧品を使ったスキンケアっていうのが、もうスキンケアはシンプルで OKっていうことで、一つが清潔に保つ、しっかり保湿する、そして紫外線対策をする。具体的に言うと、まず摩擦を加えず優しく洗顔をしてあげて、肌から水分を逃さないようにすることがバリア機能を保つ秘訣というか大事なことなんですよ。なのでセラミド配合であったり、あとは高保湿の化粧水をつけて、最後はヘパリン類似物質を配合した保湿剤でしっかりと保湿をしてあげること、これを意識しています。そして最後は毎日日焼け止めは欠かさずに塗っていて、家の中とか SPF を低くした日焼け止めをこまめに塗るっていうのを続けています。この私が実践してる3つ、これだけって思うかもしれないんですけど、シンプルだからこそ続けやすいし続けられてるんだなっていう風に個人的には思っています。2つ目がインナーケアですね。これはもうどれだけスキンケアをしたとしても体の内側がボロボロだと意味がない、この一言がまさにスキンケアの真理だと思っていて、これに尽きるんじゃないかなって思っちゃうほどなんですよ。私が実感したのは、やっぱ肌っていうのは内側から作られていくものなので、化粧品によるスキンケアって結局一番肌の表面にある角質層にしか届かないようになってるんですね。つまり最終的には赤ですね、汚れとして剥がれ落ちる部分をいくら化粧品でケアしてあげても根本解決っていうのにはならないんです。特にバリア機能を正常に保つためには体の内側からのインナーケアっていうのが特に本当に大事で、私は次のことを意識しています。一つ目は程よくバランスの取れた食事です。例えば日々の食べ物で私はできるだけ良質な油っていうのを取るように心がけています。米油であったりココナッツオイル、
オリーブオイル、そして MCT オイルなんか、この辺はよく取るようにしています。趣味が筋トレなので、定期的にジム行くんですよ。肌を作り上げるのに大切なタンパク質と亜鉛をしっかり取るように心がけています。といっても、程よくバランスのいいって付け加えたのは、私、甘いものとかお酒が大好物で、きちんとするときはするっていうのを決めて、メリハリよくやってるっていうのが、個人的には最終的にここが肝なんじゃないかなって思っています。日々の食事内容とかも動画にしようかなと思うんですけど、もし興味あるよっていう方いたらコメントをくれたら嬉しいです。そして2つ目と3つ目っていうのが、ストレスをためないこと。そして良質な睡眠をとること。これが2つ目と3つ目です。もうね、この2つは日頃から言われてることだからこそ、肌の治安を守るためには本当に必要不可欠だと思っていて、例えば私にとってストレス発散方法っていうのが、一人で例えばジム行って運動に没頭したり、ランニングとかして汗を思いっきりかくことであったり、一人でネットフリックス見たり、あと読書をしたりすることなんですよ。こうやって聞くとなんか一人大好きな陰キャが垣間見えちゃいますよね。結構私一人になることでチャージできるタイプです。睡眠に関しても、私運動して適度な疲労感が溜まると、そのおかげでぐっすりと眠れるタイプなので、結果的にやっぱ運動するってことが私にとっては必要不可欠なんですね。もう本当にこれはストレス発散方法とか、良質な睡眠をとる方法っていうのはもう本当人それぞれだと思っていて、まずは自分だけの特別なストレス解消方法っていうのを見つけてあげるようにしましょう。最後に3つ目が美容医療ですね。これは全体の割合の3割を占めるもので、私個人的には本気で肌質を変えたいのなら美容医療が近道だと思っています。私自身ももうちっちゃい頃からずっとニキビが出続けて、もうニキビ跡っていうのに本当に悩んでいたんですね。それがもう美容医療を取り入れたことによって劇的に肌質改善に成功というかして肌が改善しました。特に私はダーマペンで大幅な肌質改善ができたんですね。ダーマペンってこの微細な髪の毛より細い針をたくさん刺して、あえて肌に傷をつけることによって治癒を促す治療法のことなんですけど、これニキビ跡とか毛穴の改善にすごく効果的な治療なんです。もうこれをとにかく定期的に回数を重ねて行うことがすごく大事だと思っていて、これって実はダーマペンって自宅でもセルフで行うことってできるんですよ。セルフってやっぱ便利だとは思うんですけど、自己責任になるのでここは注意をしてください。これもご自身の肌に合わせて、例えばシワが気になってるんだったらボトックスを打ってみたり、あとレニスナーとかスネコスといったこういったスキンブースターですねで張りを取り戻す治療をしてあげたり、なんかこの美容医療の話に関しては今やってることとかこのトピックで動画作れそうだなって気がしてます。もし需要あればやりたいです。やっぱりあくまでも誰かの肌と比べるとかじゃなくって、自分との肌の比較でやっていきたいですよね。このバランスを守ることで、私は30代になってからの肌がやっぱ一番調子いいと思うし、好きになれるようになったんです。もし今日の動画参考になったよって方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次回もお会いしましょう。またねー。